こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は花さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ花さんについて自己紹介をお願いします。はい、私は今育休中なんですけれども、普段は都内を中心にインテリアスタイリストとして、お客様の家を家具を専門にコーディネートをして生活しています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、間取りはここはどういった間取り？ここは 3LDK プラス、電っていう、間取りになってまして、そのウォークインクローゼットだったりとか、もともとは土間だったんですけれども、おいおいが主人の仕事部屋になる予定の部屋で、120平米、はいそうですね、120平米ぐらいの中古の戸建てになります。この物件をなんか選んだ決め手というか何か？そうですね、家を選ぶにあたってマンションとか、新築の建て売り、注文住宅、中古、いろんな選択肢があると思うんですけれども、その中でせっかく一生住む家というふうに考えるなら、なるべく個性のあるものを買おうかなという結論にいろいろあってなりまして、で結構こだわりというか、もともと建てた方がこだわりの強い方だったみたいで、すごくデザイン性の高いお家だったので、それでこの家にしようというふうに決めました。ということで、確かに本当に内装自体がね、結構独特というか、そうですね、見たことないような、ちょっとそこら辺のお話とか、あとは家具についても、かなり多分こだわって選定してらっしゃると思うので、ちょっとそのあたりのお話詳しくお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速リビングを紹介いただきたいなと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか？はい、こちらです。失礼します。すごい開放的な、天井も高くて明るいですね。そうですね、天井高いのは何でも綺麗に見えるのでお家を決め手でした。ということで、ちょっとここからお話聞いていきたいんですけど、まずこの、スペースのなんかこだわったポイントとかコンセプトみたいなのがあればちょっとお聞きしたいんですけど、何かあったりしますか？はい、そうですね、いくつかあるんですけど、まずこのお家を初めて見た時にセカンドハウスのような家だなと私は思ったので、本宅をセカンドハウスのように心地のいい家にしようということで、開放感とか抜け感っていうのはすごく大事にしています。あとは木がすごく多いハーフビルドっていうお家で、基礎だけをプロの方が行って、それ以外は DIY で作っていくっていうコンセプトでもともと最初のオーナーの方が建てたお家らしいので、家具とかは割とスタイリッシュなものも選んでモダンになるようにバランスはとってます。ちょっとじゃあここから細かい家具の話を聞いていきたいなと思うんですけど、まずじゃあこのちょっとダイニングスペースといいますか、ここから聞いていきたいなと思うんですが、まずじゃあこのダイニングチェアと、ダイニングテーブルについてちょっとそれぞれどちらのブランドか教えていただいてもいいですか？はい、じゃあまずこのダイニングテーブル、これは、世田谷にあるショップのフェールトラバイユというフレンチインダストリアルをテイストに扱っている古材、ヨーロッパの古材だとか、日本のものもあるんですけど、でこの鉄の方ですね、足の方を加工されていて組み合わせて販売しているっていう素敵なショップがあって、フレンチインダストリアルってすごく線も細くってちょっとフェミニンな感じが入るというか、そういったところでバランス感覚が好きで、でもともとはヨーロッパで外のマルシェとかでも使えるようにって言って簡単に足がドライバーだけで外せるようになってて、引っ越しも簡単ですし、いずれは防腐加工とかしてテラスとかで使ってもいいかなと思って、もうかなり古いんですけど、汚れも全然古材だと見えづらいですし重宝してます。確かにいいですね、そうですね、使いやすくて。あとこっちのチェア、トーネットの209ですかね、のチェアで、別名ル・コルビジェチェアとも言われているような大量生産に初めて成功した、一つの木だけでできている曲げ木の椅子っていう、ヨーロッパの方でカフェとかでよくパリとかでも見かけるような椅子なんですけど、この曲線の美しさがどうしても手に入れたいと思って、日本だと高値で販売されてたりするんですけど、わざわざ海外のサイトで調べると、ちょっと付加価値とかも抜いて半分ぐらいだったりもするので、かなり調べて購入した思い入れのある一脚です。ちなみにそれは何ていうサイトとかショップで購入された？そうですね、これはフィンショップっていう、
ちょっとこう日本語でもサイトはあるんですけど、最終的なこうやり取りだったりとかは若干英語も入ってきますが、まあその貿易英語くらいだったら多分全然誰でもできるようなものなので、なんとでもなります。わかりました。あとは後ろにあるこの棚って言ったらいいんですかね。これは作り付けですか？これはですね、IKEA のビリーという棚で、ビリーっていろんな組み合わせがあってドアがないものとかよく見かけると思うんですけど、私このちょっとヨーロッパ風というかハマチなドアが好きなので、ここをつけて、でここの後ろにどうしてもこう隠せないなんか配線、ガスの線みたいなのがあったので、バックパネルにちょっと自分で穴を開けてそこをこううまく隠そうと思って置きました。じゃ結構中はそういうちょっと見せたくないものとか生活感のあるものとかを。そうですね。もうインテリアはどう生活感を消すかっていうところもすごく大事なので、とにかく一回ここに入れられるもの、あとはもう今小さい娘がいるので手が届かないところで自分がこう可愛く飾れるスペースが一つあると、こういい子育ての息抜きになるというか。確かに。はい、それでもう天井高ともバランスもいいので、ちょっと高めなんですけど高さはいいかなと思ってこれにしました。この辺のじゃあ結構こういう今置いてらっしゃる柿とか、なんか雑貨とかはお気に入りのものというか。そうですね、結構コロコロ季節とかで買えるんですけど、今はもう秋冬っていうことでブラウン系がちょっと最近マイブームでして、アクタスの商品今ないのかもしれないですけど、でこっちが、オーストラリアのブランドでアディションスタジオっていうアロマだったりとかお香とかを扱ってるブランド、これは輸入しましたね。まだ今だとアクタスだったりとかたまに扱ってるところを見かけるんですけど、こちらのアートは千駄ヶ谷のジェネラルアニッシュ&コーさんで購入したの荒いというかノスタルジックな雰囲気が好きで、黒縁でちょっとこう引き締める意味合いもあって白っぽい家なので置いてみまして、これはこの前一目惚れしちゃって逗子にアイオンって読むんだと思うんですけど、ナチュラルワインショップがあるんですけど、インテリア小物とかお香とかグラスとか扱ってて、これはベルギーのドイツか、ドイツのヴィンテージのものだって言ってました。結構白い陶器のものは好きで、気づいたら白いものばっかりになっちゃったりしますここはキッチンスペースということですね。はい、キッチンスペースです。ここはどうですか？こうやっぱデザインもこうすごいスタイリッシュというか、かなり洗練された印象もありますけど、この辺はこだわってるポイントとかありますか？家って DIY とか自分で変えられることも多いなと最近思ってて、ただキッチンのコンロだったりとかレンジフード、こういう見えるところは自分でやるには限界があるので、なるべくこの使ってる重機が可愛いものがあればいいなとこう漠然と思って、デザイン性の高いレンジフードがあったので、それでもうここにしようかなと思って、であと完全にオープンのキッチン、日本だと今はここで仕切るタイプのキッチンが多くって、やっぱり汚れも目立ちづらいですしすごく便利なんですけど、こう壁沿いにすることで空間も広く見えますし、ただその散らかしづらいというか、やっぱり散らかるのをどう防ぐのかっていうところで、例えばスポンジはこう内側にこうかけてあったりとか、なるべくこうパパッと片付けやすいようにちょっと見えないところにしてたりとか、あと出しても可愛いものとかをなるべく選ぶようにはしていて、この棚は、クリーマっていうハンドメイドの扱ってらっしゃる方のものをちょうどいい色合いが木枠とあったので購入して自分で取り付けて、で、ここも好きなように飾れるスペースにしようかなということで、作りました。あとはちょっと個人的に結構気になってるのは、この食洗機。これですね。はい。もうこれはつけてくださってありがとうございますという感じのミーレというドイツですよね。ドイツの食洗機で高級食洗機メーカーなんですけど、中古の戸建てにまだつけて1年の段階で出ることになっちゃったので、これもつけてあげるって言ってくださって、すごい。持っていけないのか持っていかなかったのかわからないんですけど、もうそれがすっごく憧れてたので嬉しくってこれは結構もう選ぶポイントの一つにもなっちゃいますよね。そうですね。もうミーレあるならここにしようかなっていうぐらいの選ぶポイントでした。どうですか？やっぱデザインももちろんだとは思うんですけど、使い心地というか。そうですね。フロントオープンでいきましょうか。今洗ってあるんです。こういう感じだ。こういう感じで3段なんですけど、もう鍋からフライパンからコンロの五徳から何でも入れて洗って、本当に騙されたと思ってやってみてって前のオーナーの方に言われたんですけど、夜洗いをしない状態で入れても落ちますね。はい。すごい。そうなんです。それがびっくりしました。やっぱり普通ね、食洗機とは言ってもちょっと水洗いしてからとかが多いですもんね。そうですそうです。
なのでしなくてなるべくこうぎゅうぎゅうに入れることで洗浄力が上がるから本当かなと思ってたんですけど本当によくわかりますね。すごいです。フロントオープンしかも開けやすくてもうやっぱり哺乳瓶から何でももう綺麗にしてくれてすごいですね。それは本当に下側とかにこの収納というかしてらっしゃる。はい、これはですね、おばけつっていう米びつです。あ、米びつなんだ。そうです。大量に入りまして、うち主人の実家が長野なんですけど、米びつ問題、見た目をどうしようってなった時に、これだったら置いてても可愛いですし、キャスターがついてて出しやすいっていうところと、あとこの後ろにこういろんな配線があるのを。これを娘がかじったりとか遊ぶことに気づいてしまって、なのでここに今ちょっと隠してる意味合いもあるんですけど、色のバリエーションもくすんだグリーンとか、はい、すごく可愛い色も多いです。なるほどね、わかりました。あとはそのお隣とか、これはあれですか、ゴミ箱。これゴミ箱ですね。こう手でこうパッと。匂いとかもあれですよね。そうですね。あとここが低くて上に開けられないので、手でこう開けられるようにっていうことで。これもそのゴミとかもペダルを踏んで捨てるっていう行為を主人もあんまり片付けが得意じゃなかったりするのでなのでこう手でかざすだけだったらパッて捨てられるってことで、なるべくきれいにしやすいように家電とかには意識してます。もうここもシンデレラフィットで。そうです、シンデレラフィットで探しました。こっち側まずこの冷蔵庫とかも。これですね。これもやっぱり大きい家具だと結構ちゃんと何個かいろいろ比較して選んだみたいな感じですか。比較しました。特に2階のリビングなので寸法とかすごく測って結果手すりまで取って入るギリギリの大きいサイズを使ったんですけど、国産メーカーでやっぱり壊れづらいっていうところ、修理もすぐできるっていうところも生活では必要なので、国産メーカーでスタイリッシュなもので日立さんの冷蔵庫に決めまして、やっぱりこの辺と色が綺麗に合うので、こうちょっとステンレス使ってるんですけど綺麗に合います。はい、まとめてみました。わかりました。ありがとうございます。続いてこっち側がソファースペースということで、まずじゃあこの端っこにあるこの大きな植物からちょっとお尋ねしたいなと思うんですけど、これはどちらで購入されたんですか？これは横須賀にある島忠ホームズで購入しまして、お値段が1万円でこのサイズ中身販売してて、でも鉢の方が高いぐらいになっちゃうんですけど安いですね。そうなんですよ。もう本当に、しかも状態もすごくよくって、スピーダンサスカリプトラティスっていう沖縄の植物らしいんですけど、すごく育てやすいので重宝してて、でこの鉢は横浜のベイクウォーターに入ってるラストっていうガレージ系列のお店で、これも1万ちょっとで購入しましたね。で麻袋つけてちょっと土隠してます。基本じゃあ植物とかを購入されるときは島忠ホームズで。そうですね、島忠ホームズでこっちのドラセナとかも4000円で購入できるので、すごい。インテリアショップで鉢を買って中は島忠ホームズで、あとはフラワーショップが金沢八景の方にもあって、グリーンファームっていうところなんですけど、そこも島忠さんと同じぐらいの価格で、なおかつグリーン専門店なのでおすすめです。車でちょっと行くしかないんですけど。わかりました。あとはじゃあまたちょっとこっち側に戻るんですけど、お部屋の主役にもなっているこのソファー、これですね。こちらについてちょっとお聞きしたいんですけど、これはどちらで購入されたアイテムですか？これはボーコンセプトっていうデンマークのブランドのソファーでして、こっちのオットマンを最近追加したんですけど、生地がかなりの種類から選べるようになってるんですけど、これウォータープルーフの生地で、なので本当に水をかけるとパーッと弾くということで、やっぱ汚れもつきづらいですし、何かこぼした時でも大丈夫ですね。一体型になってるものだとへたりにくい、シワシワになりにくいっていうのが多くって、一番ソファーとかでみっともなくなりやすいのがこういう状態とかでくたっとしちゃうことだと思うので、なるべくこれもお手入れのことを考えて、ソファーとかはバンバンガシガシ使っても形が崩れにくくって、何もしなくても朝から綺麗な状態な形でいてくれるっていうところでこのソファーは選んでます。あとはこの黒い、ローテーブル、こちらですね。これは、購入したのは代官山の混乱ショップ。混乱ショップってすごくカラフルなイメージだと思うんですけど、代官山はアジアのアーティストに精通してる、日本が独自でやってる、なんかちょっとテイストの違う混乱ショップで、そこで扱ってるタイの家具でムーンラーっていうブランドのもので、これウッドなんですけど、3つの石が組み合わさってるみたいなデザインがすごく気に入って、石のものが好きなんですけど、石
みたいなのに木だっていうちょっとこう意外性があるところとかも可愛くって、気に入ってます。これもなんか質感もこう目で見るとちょっとなんか独特なこうテクスチャーというか。そうなんですよね。これはやっぱ木をこう染めているんですけど、それがちょっといい感じに出てくれた。あと光が入ると真っ黒じゃなくてちょっとこう墨っぽいというか、そういったところも綺麗ですね。角度によっても全然見え方が違うのも面白いですね。そうなんですよ。私はこの角度が気に入ってます。わかりました。あとはじゃあちょっと壁側、はい、ここだとこのウォールアートがこうちょっと何点かあるかなと思うんですけど、これがムートっていう北欧のまたブランドなんですけど、壁付けのドッツっていう外苑前のマーケット東京さんに飾ってたのが気に入って、ハンガーフックになってコートをかけたりとかカバンをかけてもらったり、ご来客があった時にもここにちょっとかけたりします。いいですね。こっちのアートはこれも棒コンセプトのものなんですけど、サイレントアートっていうアートで、パッと見がこう重そうなんですけどすごく軽くってもう片手でパッと持ち上げられるぐらいで、そんなに軽いんだ。こういうそうですね、賃貸用の壁掛けで紐でちょっとかけてるだけなんですけど、どんな部屋にでも合うのと縦でも横でも使えるっていうので使いやすそうだなと思って、これもかなり昔に購入して引っ越した先どこでも使ってますかなとは。わかりました。あとはじゃあまたちょっとこっちの下の方ですね。このじゃあテーブルについてまたこれですね。はい、これはパントンワイヤーブックシェルフ。すごく悩んだ一品で、今ってこう SNS だったりとか人が持ってるから可愛く見えてきたのかってすごく分からなくなっちゃった時があって、中にはちょっと本とか、あとこう娘の絵本とかですね、ちょっとデザインの可愛い絵本をリビングに置いてて、これウィリアム・モリス、壁紙とかでこう有名な方のデザイン、こういうのが子供部屋とかにもいっぱい置いてる感じにしてます。あとはこのリビングに大きなラグが敷いてありますが、これはどちらで？はい、これはIKEA さんで購入しまして、もうすごく気に入ってて、同じラグを2枚目なんですけど、この子が見た通りすごく汚しちゃうので、買い替えやすい価格だっていうところと、あとこのラグっていうのは散らばった家具をまとめてこう空間、ここがリビングですよっていうのを示す役割として非常に重要なものだと思うんですけど、前は一つ小さいサイズを使ってて、でこの家になったらもうちょっと大きいサイズが必要だなと思って悩んだ時にもやっぱこのラグだなと思って同じのをもう一回購入しました。来ちゃった購入して、で今ソファーの配置を変えたらまだちょっと小さいなってぐらいの感じではあるので、これね感じではあるので、そうなのでもう一つ大きいのをまた同じのを買うのかって悩むぐらい、ただそれくらい気に入ってます。カメラだよそれ。大丈夫ですか？入っちゃって大丈夫です。でもこれなんか歩き心地とかなんか結構重厚感というかすごいありますよね。なんかラグって高くなればなるほど手織りだったりとか、インドで生産されてるとかになってくると毛抜けも多いんですよ。それでちょっとこの高くないからっていうのも失礼かもしれないですけど、毛の抜けも全然なくって柔らかいですし、本当 IKEA さんのラグ集めたいぐらい好きですね。わかりました。あとはここの壁側にかかってるこのスピーカー、これもデザインがすごい可愛いですね。はい、これは北欧のブランドつながりでバング&オルフセンというまたブランドのもので、有名だと思うんですけど、もうこう引っ掛けたり持ち上げたりどこにでも持っていけるっていうのがすごく気に入って、これも購入して、でこのフックまた飲みの市で買ったものをつけてぶら下げてみて、そうこのセカンドハウスのような家にしたいって最初に言ったと思うんですけど、遊びに来た仲のいい友人に音楽が足りないねって言われて足りないですかって言って、でもなんか言われるとそうなのかもしれないみたいな気になっちゃって、それで音楽を追加したっていう経緯で購入しました。でもいいですね。なんか見え方もスタイリッシュとか配線とかはそうですね。はい。で音域も広いので、これだけの抜けてる家でも下でもすごく綺麗に聞こえるぐらい音もいいです。なるほど。あとはちょうど今お子さんが遊んでらっしゃったこのですね。はい。壁掛けのビジーボードっていうらしいんですけど、床とかに散らばらないようにこの子が楽しめるにはどうしようって考えた時に、ここになんかいいスペースがあるのでつけてみようかなと思ってつけたらすごく気に入っていて、で今こっちでゆうたさんがこっそり持ってるボールとかこうインテリアにしてもちょっと可愛いものだったりとか、そうこういうのとかで遊んでもらって、で日中は子供部屋にもう本当におもちゃがいっぱいあるので、そこに遊んで。退屈しないようにこっちにもおもちゃを置いてっていう感じにしてます。でもこういう赤ちゃん系のこういうおもちゃもすごいデザインが全部まとまってて
いいですね。お部屋のバランスとまってて、なんかあんまりこう赤ちゃん系のものは色を入れてもいいかなと思ってて、子供のこう目の発達とかにもはっきりした方がいいらしいので、でもなんか気づいたらプレゼントとかでこういうスモーキーな色のものをたくさんもらって、なんだかんだまとまりのある感じになっているっていうちょっとラッキーな感じになっております。ソファーの横にこの照明スタンドライトがあるかと思うんですけど、これはどちらで？はい、これはフロスというブランドのもので、コーディネートしているお客様のお家で、フロスはこう球体からもう全方位に光を発するので、とてもこう明るい状態を保てるっていうところがすごく使いやすいなと思ったのがきっかけで、それ調べたらこうスタンドライトとかいろんなものがあるっていうことで、このなんでしょうね、こう絶対に乗っからないようなバランスでこう不安定なのに乗っかっているっていうのがデザインのコンセプトみたいなんですけど、そこもすごく好きで、ゴールド、ブラック、シルバーとかありますけど、ゴールドが好きだったのでゴールドでちょっとまとめてみました。このご自宅こう見てると、こういうスタンドの照明とかは結構これだけというか、あれですよね。そうなんですよね。なんかもっともちろん増やしたいんですけど、結構光が入って明るいので、照明というともうこのスタンドとザラホームだとこの上のペンダントライト、これが結構インパクトがあって、ヘイのペーパーシェード一番大きい800のサイズにして、この大きいのよく選んだねって言われますけど、そうでもあと折ってきても地震とかでも危なくないっていうのも結構大事なポイントでした。確かにお子さんもいらっしゃるとそうですよね。なんかあった時に紙だったらまだいいかなっていうところで。ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてこちらが寝室ということで、ちょっと中を案内してもらってもよろしいですか？はい、こちら寝室です。はい、失礼します。こんな感じの寝室なんですけれども、ここは広さでいうとどれぐらいなんですかね？8畳ですね。8畳ぐらい。はい、どうですか、こちらのまたスペースはちょっとコンセプトというかこだわってるポイントとか何かありますか？はい、コンセプトというか、私もともとは結構ニュートラルな色のないインテリアが好きなので、どうしても色を抑えがちにはなってしまうところはあるので、なのでアートとグリーンをちょっとだけ入れて気持ち色を入れてみたっていうところがあるんですけど、あとは今回何回も出てくるように元に戻しやすいかどうかっていうのはすごく意識してまして、ベッドメイキングもいろんなのがあると思うんですけど、例えばホテルライクな感じだったらもっとビシッとで、ホテルとか高級感を出すには基本左右対称でやるっていうのがコーディネートのやり方なんですけど、そういうのって毎朝元に戻すのがすごく大変なので、どちらかというとモダンなアシンメトリーな感じだったりとか、リラックスした感じでコーディネートをするようにしておくと、朝布団をふわってして、もうこれをふわってすればすごく綺麗に戻るので、そうすると帰宅した時にやっぱり気分よくいられるっていうので、私にとってはすごく大切なポイントです。あとこのカバーですね、リネンとかにすることによって、これもシワとかがなるのもリネンのいいところなので、アイロンがけとかしなくても素敵に決まるっていうところで、このリネン系の素材を多く使っています。この辺は結構ブランドとかも揃えてらっしゃるんですか？そうですね。寝具は私はどんな高級ブランドとかよりも結構海外の方がベッドメイキングに関しては発達している文化があると思うので、外国のものが好きなんですけど、もうその点ではいつも寝具は全部ザラホームで決めててセールの時とかも買いますし、気に入ったら普段でも買いますし、ここにはザラホームじゃないものがないぐらい、一つこれだけ多分ニトリさんかもしれないですけど、もう基本は全部ザラホームさんで揃えてますね。あとこのベッドフレーム、これもすごいあんまり見たことがない僕はデザインなんですけど、これラシックって読むんだと思うんですけど、もともとはすごく私高さのあるベッドが好きなんですけど、やっぱこの子が登ったり降りたりとか、落ちたりしても危ないので、引っ越しを機に低いのに買い替えまして、でウッドフレームとかも頭ぶつけると危ないので布製のもので、2階と比べて天井が低いので、なるべく低さのあるものということで、このベッドフレーム選んで、こうやって娘もくつろいでくれるのでねすごくいいですね。でもこれだけクッションとかもあると比較的安全というか、安心して眠れます。そうなんです。こういうのって寝る時ってやっぱ使わないんですけど、海外とかだとこういうのデコレーションの本当クッションで、寝る時は床に落とすらしいんですね。そうなんです。床にポロポロポイって落として、で本命の枕だけで寝るっていうのがやり方らしいんですけど、もともとは。でも私たちはこうやって足元に置いたり、端っこに置いて娘が落ちないようにしたりして、落ちても大丈夫なようにちょっと床に落として寝たりとか、いろんなこうやってくつろいでくれます。そう、こういうことがあるので、
低いベッドマストですね。わかりました。じゃあちょっとそのまんま、はい、すいません。ベッドサイドの、はい、照明ですかね。はい、このランプについてちょっとお聞きしたいんですけど、これはどちらで？これはジャーナルスタンダードファニチャーさんのもので、細い黒とか線の細いものがインテリアですごく好きで、トーネットチェアとかもそうだと思うんですけど、こういうやっぱ線の細いものとかで面白い動きのものを見るとどうしても購入しちゃうなっていうのはあります。あとはこのベッドの頭の上にあるこのポスト、これ写真ですか？これは写真ですけど、これもデニソっていう海外の輸入ポスター専門店で結構昔に買ったのを最近引っ張り出してきたんですけど、フレームは白母っていう楽天とかで調べると出てくる写真屋さんのフレームで余白をきれいに残してくれるので、サイズもいいかなと思ってこの黒と黒で掛け合わせてちょっと引き締め色として入れてます。なるほど、わかりました。あとは、こちら側ですね、のちょっとスペースの話を聞きたいんですけど、こっち側のこのベビーベッドですかね。これはストッケっていう北欧のブランドのもので丸いベビーベッドって見たことないなと思って、子供がいないとあんま意識はしないと思うんですけど、赤ちゃんも包まれて眠るっていう安心感を得られるみたいなポイントもあるみたいで、サイズももっとこう小さい新生児期から今ちょっと大きくして、でここの高さとかも変えられて、これはもう本当デザインで買いましたね。もっと使いやすいのはきっと日本製とかだと素晴らしいのもいっぱいあるのかなと思うんですけど、でもこの子も気に入ってるので、あと再販性も高いかなと思ってます。確かにそういいものは再販できるっていうのも。そうですよね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてこちらがお子さんの遊ぶお部屋、プレイルーム的な感じなんですかね。そうです。はい。娘の部屋を作ってまして、まだ部屋を持つような年齢ではないんですけど、リビングで遊ぶよりもここでもう思いっきり遊べる場所を作っておいた方が、娘も私もストレスなく過ごせるかなと思って、日中は基本ここで過ごしてまして、でおもちゃとか本当はもっといっぱいあるんですけど、こういうのすべて娘が手が届くような場所にして自分で出すっていう作業が楽しいと思うので、なるべくもうこれは並べたりもせず、もうガサッと入れてガサッと娘も好きに出して、私もまたガサッと戻せるように作ってます。じゃあお手入れもしやすいというか、比較的もそうですね。そう、お手入れでいうと床が我が家すべて天然木なんですけど、天然木は水にも弱い、油染みにも弱いっていう気持ちいいんですけど、お手入れは難しいので、この部屋だけちょっとプレイマットを引いてテラコッタ柄にして、ちょっと他の部屋と気分が変わって楽しいですし、お手入れも簡単ってことで、ここはプレイマットと、あとちょっとお昼寝したりする場所、いいですね。ちょっと光を遮る。天蓋はなんかつけてみたかったっていう、本当私の自己満足なんですけど、一回つけてみて、将来娘が全然違うテイスト好きになったら好きに変えてもらっていいかなとは思ってるんですけど、可愛くってかくれんぼしたりするのですごく楽しんでくれてます。あとこっち側とかは、すごい大きなこれ絵とかも。そうなんです。これも棒コンセプトのもので、昔の家で使ってたんですけど、新しい家だとちょっと置き場に悩んでて、前あった棚を自分で外したんですけど、ここにどうしても外せない木の板が1枚埋まってて、どうしようと思った時に絵を描けてみたらすごくしっくりきたので、そういういきさつでうまくこんな絵を飾ってる子供部屋なんだって言ったんですけど、インパクトのある、そうですね、奇才な感じがあります。そうなんです。いろいろなものを見て育ってもらおうかなっていうことで、あんまり意識せずに子供用とかやってます。これとかも棒コンセプトのランプですね。ここ電気がつけてなかったので、夜とかここつけるともう問題ないぐらい明るくって、それで遊んでもらってますかね。わかりました。あとはこっち側がテラスになっているということで、ちょっと少し中を見せていただいてもよろしいですか？私も出ちゃってる話なんですけど、ごめんなさい、出ちゃおう。これが、外から見えないテラスがついてて、それがすごく嬉しくって本当はいずれグリーンでいっぱいにしたいなっていう夢を持ちつつまだできてないんですけど、今の段階ではここでちょっと娘とボール遊びをしてみたりとか、あとここでちょっとこの前ブランチしてみたりとか、そういう素敵な生活を楽しみたいなと思って、これは IKEA のアウトドアセットなんですけど、このデザインはすごく昔から好きだったのでここに置いてみました。ここはなんか今後どういう風なテイストというか、なんかカスタムしていきたいみたいな、決まってるんですか？まずここのまだ3つしかいない、もうこれ全部グリーンにしたくてでローズマリーとか料理にも使えるハーブ系って虫除けにもなるので、ちょっと揃えたいなと思ってて、
まあでも多少スペースがあると夏はプール出したりとかバーベキューもできるので、これはこれで気に入ってます。いずれアウトドア動画とかにしてインスタの方でもまとめれたらいいなとは思ってるんですけど、まだなかなかっていう感じです。あとあれなんですね、こっちの上の方を見ると2階のさっきのまたウッドデッキというか、そこもあるというかね。そうです。上も小さいテラスがあって、小さいといってもここからすると小さいだけで結構広いですよね。そう広さあるので、なんか上の方にこの机を持ってって、こっちにはソファーとか置いてもいいかなとか思ってるんですけど、まだなかなかっていう感じです。いずれやりたいですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで花さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらじゃあ最後に花さんの方から何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。はい、インテリアアカウントでインスタグラムをしているので、もしご興味がありましたらぜひ覗いてみてください。はい、普段はじゃあこういうお部屋のなんか様子とか、それこそ購入したものとかを紹介されてるみたいな。そうですね。ということでじゃあ気になる方はぜひインスタグラムの方をチェックしていただければなと思います。はい。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは花さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。